こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。鹿児島で陶芸をしています岩本翔平です。今日は板作りの方法でこういった筒状のものを使って成形する方法をご紹介したいと思います。でこの筒を使った作り方ですね、陶芸初心の方でも割と形になりやすくできると思いますので、ぜひ参考にされてみてください。で簡単に説明すると、粘土をこういう板状に伸ばしてパイプに巻きつけて作る方法になります。カップですとか大きい筒を使えば花瓶になったりとかに穴を開けてあげて、ろうそく入れて明かり取りとか貯金箱とかいろいろ応用ができると思います。では早速作り方の方をやってみたいと思います。ご視聴最後までよろしくお願いします。では制作の方に入っていきたいと思います。筒を使ってマグカップを作ってみたいと思います。まず粘土を叩いて長方形に伸ばしていくんですけど、いざ巻いた時にこの筒の円周が足りなくて粘土が届かないとかとなると面倒ですので、最初である程度どのぐらい粘土の長さが必要かっていうのを把握しているといいかと思います。で個数作ったり効率を上げたいんであれば、もうあらかじめ長さを測ってこういった型紙を作っておくと便利です。で今回は、型紙は使用せずに作っていきたいと思います。ではまず、イメージとして粘土を伸ばしたのを巻いていって、このぐらい必要ですので、今当たりを入れてみたんですけどこのぐらいですね。最低でもこのぐらいの長さの長方形の粘土板が必要です。伸ばしていきます。叩いてまず長方形に伸ばしていきます。ずっとですね、同じところで叩くと湿ってきてくっついちゃいますので、裏返しにしたりちょっと乾いた場所に移動したりしながら叩いていきます。である程度叩いたら厚みを均等にするのにカタライタを使って均等にしていきます。カタライタ、こういう板ですね。これちょうど厚みが5ミリの板なんですけど、これを粘土の両脇に敷いて丸い延べ棒で押しつぶすようにして転がして伸ばしていきます。でこの時もですね、一気に行こうとするんじゃなくて数回に分けて伸ばした方がくっつかないですし、綺麗に伸びていくと思います。これで、およそ5ミリの厚みの板ができました。でこれをカットしていきます。でパイプに巻き始める最初の部分と底になる部分をあらかじめカットしておきます。まっすぐ
カットします。こんな感じですね。でパイプに巻いていきます。でパイプに直接巻いちゃうとくっついちゃいますので、新聞を1枚剥がします。ポコテープで留めると巻きやすいですけど、でまっすぐカットした方をだいたいそこに合わせてぐるっと巻いていきます。こんな感じで、ここはですね少し長めにカットします。5ミリぐらい長めのところをカットします。こんな感じですね。少し粘土と粘土が重なるぐらいのところでカットします。でここをしっかりと指で圧着していきます。粘土を伸ばすようにするんじゃなくて、もう真上から押し付けるような感じで継ぎ目を潰していきます。これでしっかりくっつきます。で継ぎ目が残るんですけど、ここはもう時間かけて指で撫でれば十分きれいになります。最後軽くスポンジをかけますけど、その時にきれいになります。で巻き終わったらろくろの上で少し全体を締め付けてあげます。締め付けてあげないと焼いた時に口が歪んだりしやすくなりますので、ゆっくり回転させながら手のひらで全体をギュギュッとパイプに押し当てるような感じで締め付けてあげます。これで筒の完成です。今度底の部分ですね。底の部分も同じように板で作ります。底の板も先ほど胴体の板を伸ばした時と同じ要領で伸ばしていきます。今度は丸い形ですね。はい、これで底板できました。でこの底板をろくろのだいたい中心に置きます。でさっき作りました胴体を乗せます。こういう感じで乗せます。でこの周囲を広めに、やっぱり3ミリから5ミリほど広めに切っていきます。少し広めにカットしました。広めにカットした部分を指やヘラ、これ竹のヘラで上に持ち上げるようにしてくっつけていきます。しっかりと少し力を入れながらですね、上に持ち上げてくっつけていきます。これで底板つきました。でここもですね、最後スポンジとかをかければ、スポンジでこう拭くようにすれば綺麗に仕上がっていきます。でこれで一応筒完成です。で例えばですけど、こういったクッキー型ですね。こういうのでこういう風にくり抜いたりして、明かり取りとかペン立てとかそういうのに作る場合、
くり抜く場合ですね、そういう時は中にパイプくり抜いて模様をつけたりしたい場合は、こういった感じでくり抜くようにして、飾りをつけたい場合は中にこのパイプ芯があった方が押した時にたわまないのでつけやすいですから、こういった細工をする時はパイプが入ったままでいいと思います。でもコップとして仕上げる場合は中のパイプ芯を取っちゃいます。新聞ごとは取れませんので中のパイプを抜きます。少し回転させながらすると抜けやすいです。はい、抜けました。で、新聞も取ります。はい、これでもう筒の完成です。で、このままもうペン立てとか箸立てとかで使えますし、コップとして仕上げたい場合